は茹で汁を入れないんですね。はい、たつわんチャンネルです。本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。今日はですね、リクエストでも多かったあのパスタです。そう、シンプルなのに難しいペペロンチーノですね。アーリオオーリオエペペロンチーノ作ってみましょう。イタリアンパセリをそうですね、2束ぐらいですね。このぐらいです。でオリーブオイル、約大さじ2杯で、唐辛子なんですけれども、ホールのものではなくて、今日はこのカットしたもの、こちらを使っていきます。だいたいそうですね、1つまみぐらいですね。これ好みにもよるので量は調節してみてください。そしてニンニク、1かけ。今回はスペイン産を使っています。でパスタなんですけれども、今回のペペロンチーノには、1.6ミリで、7分茹でのものを使います。茹で時間なんですけども、1分20秒ぐらい早めに揚げていきたいと思います。はい、それではですね、パスタを茹でていきます。お塩をそうですね 1.5% 目安なんですけれども、結構このペペロンチーノに関しては、塩が決め手なのでちょっと強めに塩を入れてください。ではパスタ入れます。1.6 のパスタを 100g ですね。入れたらさばいてしっかりお湯に沈めてあげましょう。では7分茹でのものなんですけれど、5分40秒でかけます。パスタを茹でている間にパセリとニンニクを刻んでいきましょう。イタリアンパセリなんですけれども、この太い茎のとこだけ取って刻んでいきます。軽くみじんにこう切ってください。続いてはニンニクです。これはもういきなり半分に切っちゃいます。で皮を剥いて、はい、今回は潰さないで、刻んでいきたいと思います。そうですね、この芯を取りましょう。今回は極薄じゃなくて、普通のスライス程度の大きさに切りました。それでは、ニンニクをですね、炒めていきましょう。ではニンニク炒めていきます。弱火でニンニク炒めます。焦げやすいので弱火でやるのがポイントです。だいぶ、ニンニクに色がついてきたかと思うんですけども、これ以上やると焦げちゃうので、一回離します。止めます。そこに、唐辛子ですね。唐辛子は火を熱すれば熱するほど辛くなっちゃうんで、あまり早いタイミングはおすすめしません。あと焦げやすいので気をつけてください。ですね、ここでイタリアンパセリをさっき刻んだ3分の2ぐらいですね、3分の2入れて、こちらのソースに移します。香りもつきますんでね。でここで
一度止めて、ではですね、パスタ投入します。パスタを入れてまた弱火で少し絡めていきますね。僕は茹で汁を入れないんですね。茹で汁入れる方もいますけど、僕は茹で汁入れずにこのソースに絡めていきます。はい、じゃあさっと絡めまして、パスタの塩加減を見ます。でここでですね、足らないようでしたら塩振ってください。軽く全体にまぶすような気持ちで混ぜる、塩振るとちょうどいい塩加減になります。美味しいです。では器に盛っていきます。ではパスタを盛り付けていきましょう。山盛りになっちゃいましたけど、山盛りで。100g だとね、男性だとしっかり満足いく量だと思います。では先ほど刻んだパセリありましたよね。あれの余りをここに最後にかけるとフレッシュなイタリアンパセリの香りも楽しめます。見栄えもいいですしね。はい、できました。では実食してみましょう。はい、ではできました。早速実食していきたいと思います。いただきます。今日はですね、スパークリングワイン合わせました。スペインのスパークリングワインですね。ちょっと辛口。いただきます。うまいっすね。唐辛子の辛さもちょうどいいです。このぐらいで苦手な方も得意な方もアンバランスになっちゃいますけど、中辛ぐらいの辛さですね。これいただきます。唐辛子の辛さ、ニンニクの香ばしさ、食欲そそるこの香りですね。ここに来てこのイタリアンパセリの爽やかさ、それがすごいバランス取れてます。塩加減もですね、ちょっと濃いめのお湯に塩入れたんですけども、ちょっと足らなかったんで塩振って調節しましたよね。やっぱり入れすぎちゃうと料理って戻せなくなっちゃうので、ぜひ調味料は少しずつ入れてみてください。このさっぱりしたキレのいいスパークリングがすごい合います。お店のアカウント、 SNS のインスタグラム、ツイッター、TikTok やってるんですけど、インスタグラムに結構料理レシピとか載せるんですけども、すごい反響が多かったのが、アンケート取った時にペペロンチーノ人気が割と高かったですね。あと次に多かったのがたらこスパゲティと、あとカルボナーラ、トマト系も人気でしたね。意外にでもなんかトマトクリームが好きっていう方も多かったんで、今度またやってみたいと思います。トマトソースはトマトから作った動画があるので、ぜひ そちらを参考にしてみてください。ミートソースもそのソースで作ってるんで、ぜひ
ちらもよくチェックしてください。シンプルなんですけど、この言ってみればもう塩とオリーブオイルですもんね。それだけでこのニンニクの香ばしさ、唐辛子の辛さ、パセリの爽やかさ、全てそのシンプルな食材でバランスをとっているんで、意外に奥が深いんじゃないですかね。本日も動画をご視聴していただき誠にありがとうございました。たつあんチャンネルでは、できるだけ初心者の方でも料理しやすいように解説してレシピなどを載っけて公開していこうと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。